疲れ様です。西田麻也の北川です。今日もね、フェルト教室始めていきたいと思います。今回はね、作家になるために必要な考え方の話をしていくんだけれども、今日のテーマは、上達したいなら声に出せっていう話をね、したいと思います。なんでフェルトを作るのに声が必要なのって思うかもしれないけれども、結論から言うと、声に出すからこそ、イメージがしっかりと固まって、で、それを形に表すことができるのね。で、このメカニズムを使ってないから、だからなかなかこう思ったことを形にしにくいっていうことが起きてるんだよね。練習をしていてさ、何でもそうなんだけれども、結構さ、細かいパーツを作れなかったりとか、あるいはね、猫の、ね、この口元の表現こうやってやるんだよなんて教えてもさ、みんななかなかできないじゃない。僕ね、今オンラインの方で虹玉塾とかね、作家育成コースで教えてたりとか、技術アップ講座の方でね、今集中的に教えたりしてるけれども、やっぱりみんな同じなんだよね。できる人とできない人ってもちろんいるんだけど、で、これ技術的なセンスだっていう人もいるけど、実はね、そうじゃない。技術的なセンスじゃなくて、形を理解して、それを手先で形に動かすまで、このメカニズムがしっかりできてるかできてないかなのね。で、これがしっかりとできる人っていうのは、目で見て説明を聞いて視覚とか聴覚で情報を仕入れてそれを一度頭の中で組み立てるんで、で少なからず、声に出してる人は少ないと思うんだけども、少なからずその情報を頭の中で自分の中でしっかり組み立てて整理して、でそれをしっかりと頭の中で整理した、要は自分の頭の中で設計図ができるわけね。でそれを体が動かして形にする。要は完成のイメージが、完成形を作るまでのイメージがね、設計図が見えたから言葉に直すことができているから、頭の中で形にすることができる。で僕はね、苦手、そういうのは。でじゃあどうやってやってるかって言ったら、僕は頭の中でこうやって組み立てはするけど、でもやっぱり考えがまとまらないから、僕はどちらかというと結構声に出す。で声に出してその頭の中の入ってきた情報をしっかり並び替えたり何度もして言葉に今こうやって喋ってるようにね、言語化することで頭が整理されるから、その説明できるようになるから言語化できるってことだね。で説明できる、自分でしっかりと説明できる状態を作って、それで初めて自分が納得できる。あ、だからこういうふうにやればいいんだ、じゃあやってみよう。要はね、言葉にすることで何が変わるかっていうと、人間って声に出すことで頭が考え方が変わるね。みんな逆だと思ってるけど、考えたことが言葉になってると思うけど、そうじゃなくて自分が発する言葉で、それで脳みそが刺激を受けて、その後の体の反応を出すわけね。だから分かりやすいことを言うとさ、例えば朝仕事に行くのめんどくさかったりするじゃない。でそういう時に口に出すことってさ、いやー今日の仕事がすっげえめんどくさい、行きたくないなーなんて言っちゃうじゃない。もうめんどくさいことをやる時に、ああめんどくさいって言っちゃうと、本当にめんどくさくなるでしょ、精神的に。あれは何が起きてるかっていうと、めんどくさいっていう言葉、マイナスの言葉を発してるから、脳がそれに反応して体がめんどくさがっちゃってる。そういう指令を出しちゃってるから。そうじゃなくて、同じめんどくさい、同じように朝めんどくさくてさ、会社行きたくないって思っても、うわー今日は仕事がめんどくさいな、まあでも行って頑張るかってちょっとさ、言葉が違うじゃない。ちょっとプラスな要素が入ってると、そこまでめんどくさいと思わないじゃない。ましてやさ、本当にめんどくさくても、めんどくさいんだけどもう頑張ってやるしかないから、いやーめんどくさいけど頑張ってやるかって言ったら、頑張ってやろうとする。それはなぜかっていうと、脳みそはその頑張ってやるかっていう自分の言葉を反応して、で体がそういうふうに反応してる、筋肉がそういうふうに反応する、そういう行動に変わっていく。だから自分の言葉があって、そして言葉が変わると思考が変わって、思考が変わるから行動が変わるのね。このメカニズムになってるから、これをしっかりと自分、そのなんていうかな、ものづくりでもそれをしっかりと作ってあげる。スポーツやってる人ならわかるかもしれないけど、僕もね長年スキーをやってて、でスキーはもともとすごく下手くそなんだけども、でもそれでも練習して、そこそこのね技術を手に入れることができたんだけど、でなぜその下手くそだった僕ができるようになったかって言ったら、もちろん教わってっていうのもあるんだけども、先生がさバーって滑ってさ、見てるよ、こうやってやるんだよって滑って見せてくれて、で体の動きはこうやって使うんだよっていうことを説明されても、目で見てもできないじゃん、そんなの。そうできるわけない、難しくて。でその目で見た情報と耳から入ってきた情報をしっかり頭の中で考えて、でスキーの時何をやってたかっていうと、もうとにかく言葉に出すよね。
先生に質問しながらとかさ、あとは仲間同士でさ、習ってる生徒同士で話したりとか、あと一人でもね、こうやって立ち上がって、この時曲がる時はこっち側の足に重心かけて、でその時腰の位置がこっちで体軸がこっちを向けなきゃいけないからっていう、こうとにかくその時のシーンを思い浮かべて、体の動き、筋肉の動き、重さを置く、どこに置くのかっていう重心の動きとかも全てもう言葉に出しながら、その瞬間瞬間どういうふうに移動していくのかとかっていうのをもうとにかく自分で言葉に出して、それが自分の中でこう納得できるように言語化してあげる。するとそれに近い動きができるようになる。なぜなら自分が言語化して自分の頭が納得してるから。つまり自分の言葉に出して解説をして自分で誰かに説明できるくらいまで言語化してるから、だから思考も説明書のような思考になっていて、でそれがあとはもう脳が思考がそうなってるから、あとはそういうふうに体が反応してくれるようになる、自然とね。だからこのメカニズムなんだよね。言葉が先で、言葉でしっかりと出して体の動きをまず言語化してあげる。すると頭がそれを理解する。で頭が理解してから実際に斜面に行ってスキー履いて滑るときにその動きを出すこと、その筋肉の動き、体の動きをしようとするっていうこの流れがあるのね。これをフェルトとかでも何でもそうなんだけど、ものづくりでも全く同じで、そういう風にやってあげる。だから例えばさ、今ね、技術アップ講座なんかでやってると結構ね、みんな耳の付け方なんて苦労したりしてて、でなかなかさ、スポーツだったら結構こうやって声に出してさ、テニスやってる人だったらでこうやってここで振りかぶってどこまで行ってって、どの角度でミートさせるとか、いろいろあるじゃない。何でもゴルフでも何でもさ、そういうのだと多分声に出したりすると思うの。だけどこのものづくりの時には多分ね、ほとんどの人してないと思うの。でその時もね、知りゃいいの。だってスポーツで同じようにやるんだから、もの作る時だって筋肉を動かし体はね思いっきり運動するか、目の前で手先を動かしてこれを作ってるかで、ここの運動なのか全体運動なのかの違いだけで全く同じことをやってるんだから、そういった考えでねやればいいんじゃないかなと思うんだよね。だから例えば僕が動画でねこういう風にやるんだよって解説付きであったら、それはさ見ててもなんとなくわかるけど、なんとなくしか分かってない。だからなんとなくしか分からない状態で言葉にも出してないし、もう言葉に出すとしたら分かんない、これでいいのかなって不安な言葉じゃない。それは頭は不安な状態でやるから、それなりのものしかできないよね。じゃなくてしっかりできる人っていうのは、ああそっかそっか、そういう風にやるんだ、オッケーオッケーって感じでやるじゃない。声に出すとしたらね。でそれをそういう自分の感情的な話じゃなくて、実際にここでその三角によって長さが大体これぐらいだから、こんな風に合わせて耳のつける位置は、ね、目頭の延長線になってとかっていうのを実際に言葉に発しちゃえばいい。したら自分のこのなんていうかな、言葉がその説明書そのものになるから、頭の中でね。そうしたら頭の中で動きが整理されるから、それはイメージアップがすごく図れる。要はね、一番言いたいことはイメージアップを図るために言葉に出しなさいなのね。するとイメージアップが図れたら、それは形にしやすくなるから、何も考えないでやるより。だからそんな風にね、ちょっとね言葉をね使ってみるといいんじゃないかなと思います。はい、というわけでね、今回は上達しないなら言葉に出せっていうね話をしました。で本当ね、スポーツと同じで、フェルトでも何でもハンドメイド作品でも何でも同じでさ、体を動かすことをやってるのが指先だろうが何だろうがね。でやっぱりまずは目の前に入ってきた情報、耳から聞いた情報、それを整理するためにしっかりと自分の言葉で一回音声に出してよ。音声に出して外に出すことで、インプットしたものを外に出すのはアウトプットだからね。で外に出すときにしっかり誰かに説明したときに分かってもらえるような、理解してもらえるような形で言語化してあげる。それと自分の頭の中すごく人に説明できるくらい言語化できてるんだから、情報が整理されるに決まってる。で情報が整理されるとイメージアップがすごく図れるから、要は考え方そのものが変わるのね。でそのイメージアップしたいい状態で体を動かすことができるから結果につながるんだよ。要はスポーツだったら体がうまく反応するし、こういうね作品作りだったら細かい表現ができるようになったりとかさ、そういう結果につながっていくから、そういう風にねやってほしいかなと思います。なかなかね
こんなことね、言う人いないと思うの。初めて聞いたと思うの。ものづくりで言葉を出すなんてね。でもね、本当にすごく大事なことだからやった方がいいよ。僕はね、本当にやってる。毎回じゃないけど、もう独り言でブツ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 、こうだろ、こうやって、ここが長いからダメなんだよな。どうなんだろう、ここ短い、こういうことかって、もう常に喋ってるね。作品作ってる時。ほぼほぼ悩んでる時はね。で、そうやって納得してからやるようにしてるから、もう絶対成果出るから、もうぜひね、やってみたらいいんじゃないかなと思います。はい、というわけでね、今回の話はここまでです。ためになるなと思ったらね、いいねボタン。でね、チャンネル登録してない人はね、ぜひね、チャンネル登録してください。僕はね、このチャンネルで、普通にね、羊毛フェルト教室に通ったり、なんかオンライン教室とかさ、オンライン講座買ったりしても、多分、こんなことね、誰も教えてくれないと思う。多分、どこでもね、教えてもらえるような内容じゃないことを結構発信しているチャンネルなので、まあ、それなりにためになるんじゃないかなと思います。なのでね、スキルアップのためにね、ぜひチャンネル登録して、時々見てやってください。はい、そんなところです。はい、最後まで見ていただきありがとうございました。それじゃあまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。